佐古梅野さん、当時15歳。爆心地からおよそ 2.3 キロ離れた南町の広島地方専売局で被爆。同僚たちと肘山に逃げました。その後、焼け野原となった市内を電車の線路を頼りに歩き回りました。当時思い出すと辛いため、原爆のことは家族にさえ話していませんでしたが、高齢になり今しか証言する時がないと思い、今回初めて語ります。広島は7歳の時です。島根県から7歳の時に母と父が死んだもんですから、母の妹のところへ養女に行ってたんです。それが恋なんです。それで恋の小学校へ初めに行って、その頃父は朝日製材所いう社長さんだったんですね。で子供がいないから私だけ養女にしてもらって大事にしてもらったんですけど、それから途中から古江の方に家を変わったんです。で古江の小学校6年で終わって観音中学へ行ったんですよね、今の観音中学へ。その時に専売局卒業してから専売局入ったんです。あそこは結局4ヶ月ぐらいしか勤めてないからね、4月に入って8月に原爆にあったから、だからあんまり詳しいあれは知らないんですけど、その頃天神町の兄のところから通ってて、それも前の日まで休んでたんですけど、ちょうど兄の嫁さんが「もういい加減仕事行きなさい」ってたまたま専売局行った日に助かったんですよ。だから兄嫁さんは亡くなって、兄は運輸省の方に軍のあれで勤めてたからね、助かったんですよね。私が住んでたのは長屋みたいな家だったんです。何軒かずっと横に並んでね、その斜め前にシネマ館があったんです。で電車道まで行くのにずっと問屋街みたいなあれが川のへりに立ってたんですよね。で病院、個人病院があったり、あんまり詳しいことは覚えてないんですけど、橋を渡って袋町の電車の停留まで行く間しか覚えてないです。専売局は南町です。20本ずつ袋入れる分のタバコをね、その機械を見てたんです。機械の動きを見るのが仕事だったんです。多分点呼の時間じゃないか思うんですけどね、8時に専売局まで行って、でみんな集まってるところへ音はしなかったですけどピカッと光ったんですよね。そしたら真っ暗になったんですよ。で真っ暗になった時にその部屋をぐるぐる回ったような気がするんですよね。でその時に一応目と耳を押さえて伏せなさいいうことを普段から言われてたから、私らはすぐ伏せたんですけど、友達はガラスが飛んできたりして足やら顔をちょっと怪我されたりしたんですね。建物はもう全然壊れてなかったような気がする。大きいしっかりした建物だから、ただガラスが割れてたのを覚えてる。気づいた時はちょうど明るくなってみんなうろうろしてる状態で、なんかよくわからないんですけど爆弾が落ちたいうのを聞いて、それで友達が怪我をしてるのを一応肩を貸してあげて、私は怪我はなかったです。ただ肩を貸してあげて真ん中へ怪我した友達がいて、両方から一緒に3人でずっと線路沿いに電車道の線路を通って肘山へ逃げたのを覚えてるんです。専売局の肘山側の方の出口から出て、今の肘山線です。
仙台局の南側の電車道を肘山行くまでの間にたくさん倒れたり座ったりした人がおられたのが何人かが言われたからね、それを覚えてるんですけど、名前も何も覚えてません。知らせてくださいって私は元気でおるから言うのを、被爆にあっても元気でおる、そんなあんまり詳しくは聞いてないんです。ただ通りすがりに助けてください、知らせてくださいって言われるのをいっぱいおられたからね、ずらっとおられたような気がします。電車道に座ってね、座ったり横になったりしたのが線路沿いにずっといて肘山へ上がったんですよね。上のような気がしましたけど、頂上かどうかははっきり覚えて、なんかこう平たいところに行ったのを覚えて、その時たくさん人がね避難しとられたから、ただこうしてたくさん被爆に遭った人がたくさんおられたのを覚えてます。もうあんまり話はしてみんな助けて痛い痛い熱いいうのこと言っとられたから、もう全部皮がこうなってね、で前も焼けたり焦げたりですぐずっと裏の方へ向けて降りていったのを覚えてるけど、どの辺まで行ったかははっきり詳しくはないです。ただ友達の家まではかなり遠い道だったから、丹内いうところだけは聞いてるんですけど、あそこの方は家は大丈夫でした。だいぶ歩きましたがね、時間も何も覚えてませんけど、彼らのもう仙台局出た状態からずっと歩き通しだったから、あんまり周りのことを覚えてないんです。ただ一緒に逃げたのだけが必死だったから、力がいるのとそれから怖いのと知らないところを歩くから、全然周りのことはあんまり覚えてない。ただ遠いかったのを覚えてるんです。で次の朝またずっと歩いて市内の方を向けて行ったんですけど、市内へ行ったつもりが高野橋の方へ出るつもりが八丁堀出たんですよね。で八丁堀から電車道をずっと通って宇品線の電車道の方に曲がって高野橋まで行って、それから天神町の家の方を歩いて行ったんですけどね、もう電車道だけを頼りに何にもなかったように覚えてます。八丁堀行ったんですね。でもなんか全然家がないからわからないから見当つけて行ったのが八丁堀の方に出たんです。宇品の方からずっと出てね、一応丹那からぐるっと回って出たのが回って八丁堀行った高野橋行ったつもりが八丁堀に出て、で八丁堀から電車道で宇品線の方へ高野橋まで行ったんですね。高野橋の辺は一応仙台局へ行くのに電車で通ってるから、あそこからまっすぐ鯉の方向いて行ったら古江まで行けるいうのは覚えてたんです。一応とにかく平和公園の爆心地のとこまでは行ってみよう思って、なんか家があるような気がしたからなんかどう行ったのかわからないんですけど、とにかく八丁堀だったんですよね。でそれからもう道がわからないから電車道ずっとあれしたらいけるんじゃないかな思って、風景がだから電車がね窓も何にもないぐらい全部焼けて骨組みだけが残ったような状態の電車が止まってたし、それから馬が水ぶくれみたいに膨れて横たわってたのを覚えてます。建物はとにかく電車道しかないような状態で目的のあれが全然わからないからね、道が建物も全部倒れて平ら何にもないような状態ですからね。なんか電車道だけが目印のような、なんで分かったのか知らないけど、とにかく後で気が付いたら八丁堀へ出たのを覚えてます。電車道だけしか覚えてません。
なんでか今考えたら本当不思議なようですけどね。なんか八丁堀から電車道ずっと歩いたのだけしか覚えてない。高輪橋向いていくね。建物が何にもないのと、もう壊れた状態の石のようなしか平和公園の中のは覚えてますけど、今の電車道の途中のことはあまり記憶にない。何にもないのだけが分かった。さあ人は見なかったですね、全然。もう燃えてはなかったです。歩いてなかったんじゃないですかね。もう次の日ですしね、辺の人多分亡くなられたんじゃないですかね。死体は見なかったですけど、歩いとられた人もおられたでしょうがね。そんなには全然気がつかなんだですね。人は見ませんでした。高野橋から西にずっと歩いていって、それから平和公園の今の天神町の家まで行ったけど何にもなかったから、何にもないです。もう全部崩れて、だから死体も何にも。あと兄が言ったのには時計とかそういうのだけ持って帰って墓に埋めたいのを聞いたんです。壊れたまんまですよね、家が崩れてもう何にもないような状態で、石ばっかりコロコロしてたような気がするんです。高野橋の方へ行って、それからずっと西へ小井橋へずっと渡って古江まで行ったんですよ。辺は家はあったような気がしますけど、よく覚えてません。人なんか全然覚えてません。ただもう古江の家を探していくのが精一杯だったから。母の妹の家です。7日ですね。古江で結局私らが行っとるところへ兄も来たわけなんです。宮島の辺だったものですかね。運輸省の仕事で車で辺を通ってたらしいんです。昼はもう何にも見えませんけど、夜亡くなった人燃やすためだったもんですが、いろんなところあっちこっち火が見えました。そこで何日か古江におったから何日かははっきり覚えてない。多分お盆過ぎだったと思うんですけど、世話になって、それから島根県の方へ帰ったんです。3人、お父さんとお母さんと私と同い年の3人家族だった。私と同い年の娘、だから動員で女学校でしたからね、呉の方に行ってたって聞いたんですよ、動員で。なんかあんまり詳しいこと知らないんで、汽車で帰ったのを覚えてるって、その話は聞いたんですけどね。でそのお父さんも県庁に勤めした人だったからね、人も助かったんで、兵隊に行ってたかどうかよく覚えてないですけど、お父さんもお母さんも3人家族はおりました。やっぱりもうどっちもがお互いに喜んで、もういとこなんか抱き合ってね、2人が泣いたのを覚えてます。台所で。体調は悪くなかったですね。その後が急に鼻血が出て、鼻からも口からも止まらないぐらい出て、洗面器で受けても気を失うぐらい出血したんですけどね。その時の血が結局悪い血だったんだろう思うんですよね。もうほとんど覚えてないです。途中から危ない言われたぐらいらしかったですけどね、気は失ってたんじゃないですかしら。島根で理髪店へ弟子入りしたんですよ。それでそこ理髪店で弟子入りして、一応そこで就業した期間が過ぎてから広島へ出て、だから4、5年いた思うんですよね。で広島へ出てから
一応日本通運の理髪部へ入って2年ほどそこで勤めて、兄が県庁に勤めてましたから、今度県庁の方に就職を変わって、そこで6年でしたか、6年ほど県庁に勤めた。6年勤めた後はちょうど結婚しましたから、家庭に入って、はい、あんまりこだわってなかった。もう結婚もできん、子供も生まれない言って聞いてたからね。だからたまたま知り合って一緒になったから、あんまりこだわってはいなかったです。心配でしたね、やっぱりちゃんと生まれる子供も、変な子にならにゃいいが思ったりしてね。だから平和公園も8月6日は一度も行ってません。辛いから。普通の日で通る分は通りましたけど、原爆資料館も一度しか行ってないです。もう40、50年前になるぐらいです。だから家族に全然話をしてなかったからね、2年ぐらい前だったと思うんです。福島に今下の子が行ってるんですがね、それがちょうど広島へ来た時に原爆でたどったところずっと車で通ったんですよ。だから原爆のあそこの爆心地と、それから原爆ドームから仙台局から肘山からずっと車で段原の方回ったんですけどね、それぐらいですね。下の子はずっと大学から別に育ってるからあんまり話はしてないですけど、長女の方はなんかいろいろ話はしたけどまとまった話はしてないです。全然避けてたんですけど、もう年も取ったし今しか言う時がないかな思って、たまたま娘に話をしたら娘が申し込んで、実際やっぱり全然話してなかったから、結局覚えてることだけでも話をして知らしておこうかな思って。やっぱり今はあの時は原爆いうすごい大きな爆弾だったのは後で聞いたんですけど、今のいろんな発達してますからね。だからもうそんな戦争なんかしても日本なんか全部なくなるんじゃないか思って、絶対そういうことは避けてほしい思いですね。原爆が落ちた当時は父と母が助けてくれたぐらいに思ってたんですけど、いろいろ苦労した時には原爆の時に死んどけばよかった思ったり、もうそういう大きな爆弾が今頃たくさんできてますからね。だからもう日本も何もなくなるんじゃないか思う。やっぱり戦争はなくなってほしいですね。